意な入り口から入ったの。あれです。生で。食べ物はね、ちょっと早いです。基本この方が私の一番の探偵で。あ、おはようございます。この人のおかげでほぼ店やれてるみたいな。この人の買い付け能力に全ている。僕は目とか聞かないんで、全部私の目なんで。買ったお魚はここでおろしてもらう。全部私はそういうのは全部見せてて、バラとかも基本的にはほとんど箱なりで買ってくるんで、このまま持ってって家とか見てて全部処理します。どうしようかね。多分買う。結局全部が個体が同じじゃないから、いいのから皆さん拾うとやっぱり最後にサイズがちっちゃいのが残ったりとか、ちょっと傷がついてるのが残ったりするんで、でそれが残るとやっぱそれ残るのは同じ値段じゃ売れなくなっちゃうんで、やっぱり負けるとかしなきゃいけないじゃないですか。その人安く仕入れてくるんで、それ以上安くできないギリギリの線で買ってるんで、それをばらして最後残ったからじゃあこれいいよって言うと採算が取れなくなっちゃう。それも仕入れの職人としてのこだわりがある。これはフグの白子です。ケイさんとかこっちがいいな。魚種とあれは圧倒的なあれがあるんで、だからこっちで買ってる人と打ち合わせしてこっちにないものは豊洲で。2.92これらしいんですか。いいかな生も。ヤギ欲しいです。ヤギ入れみ。こういう状態で来るんですよ。あえて発酵じゃなくて腹の中に入れてくる。八丈島までどうぞ。うなぎが3枚。やっぱりさ、カサゴが 0.8。私が仕入れたこれで大体今日1日分の仕入れですね。あと15年20年ぐらいですかね。知り合って15年20年。15年ぐらいになって、一番来て15年だからね、来てすぐだから、いなかったら俺来れないんで、全部任せてるんで基本的に。本当ですか。いや今日は十分。もうちょっと今日は熱出るぐらいだ。この3倍4倍の人たちはみんな配達なんですよ。電話注文とかファックスで注文すれば今みんな配達してくれるんで、だから配達もあるんであんだけの男の人たちが必要なんで。その配達って方法も取れるのに、なんで毎日市場に行くっていう方法？これが市場ってだからこのすごい生き物感があって、今日これ安いからこれ持ってきないと、でこれが1個だけあるよとか、そういうのが配達じゃ買えないじゃないですか。だからさっき話してくれた石川さんって人が今日これいいからこれ持ってけよっていうのを言ってないと声かけてもらえるチャンスがなくなっちゃうんですよ。木曜日にいいのがあったんだけどねって言われるの嫌じゃないですか。自分が行かなかった一日、昨日はこれあったんだよって言われたら尺じゃないですか。だからそれを言われるのが嫌だからもう毎日。だから毎日空いてる限りは必ず暇で魚残って目いっぱい魚あるから今日は何もいらないってお腹いっぱいと思ってもとりあえず行きます。で
でもだからこそのあの関係性なんですね。そうだから黙ってでも買ってくれるし、最初これよろしくねで終わりですよ。だからもう本当にいらねえよって言ってる声がよく飛び交ってるいらねえよって大丈夫大丈夫で終わり。石川さんの場合大丈夫大丈夫で終わりかわされちゃうんです。そう勝手に積まれます。大丈夫大丈夫っつって積みます。だからまあ全部生のままじゃ全部勝負しきれないんで、加工して。から朝の仕込みをしながらメニューを同時進行でわ、動いてます。動いてないと死んだ後じゃもう処理できないんで、朝のうちにこれはやらないと昼出てきてからだと鐘が弱っちゃうんで。普段私はここで作業して板前さんがこっちで仕事するんですよ。私はお客さんの顔が見えて店の中が常に把握できてないと私はまずいので、本当に何年前か2、3年前ですかね、これが上がり始めたのが。市場に出始めたのがそもそもまだ4、5年前ぐらいの魚なんで。5、6年前に出始めて、その時はもうもちろん養殖だったし、養殖ってこんなもんなんで、10キロのが10キロ超えがあるって聞いた時に、養殖の10キロ超えってなんだろうと思ったら、もともと養殖で作って、その掛け合わせでもともとは作った魚だったんだけど、それが脱走してどんどんつくようになって、天然で出始めたんですよ。この魚をおろすならこの倍の包丁使わなきゃいけないんですけど、私指が曲がっちゃう病気で小学生ぐらいしか握力がないんで、これより大きい包丁が震えなくて。これは何日ぐらいで使い切るんですか？ここがまあお尻の穴で、こっから下は全部落としにしちゃうんで、まあこれだとこっちを1日、反対を1日、まあ2日か3日ですね。様子見てあんまり硬かったらおすすめしない。あるけどちょっと硬いんで明日以降の方がいいかもねとははっきり正直言っちゃうんで。
回り下の私が指図するのも失礼なんですけどね。どれを今日安くするかとかを考えながら実際に当日来て見る人とその SNS で見る方を両方考えてどの部分を上に書いていくのが今日は目を引くのかなとかは一応毎日見ている人が毎日同じ書き方で毎日同じ位置に書いてあると変わり映えしないなと思って見てくれなくなるといけないんで、その日ごとに書き方を変えていって、これが一番の苦行です。カニがいて上がっちゃった。カニがそうタイマー4つぐらいかけてるんで。今日が10年ぐらい前までうち多分メニュー3桁のものしかなかったんです。4桁のものなかったと思います。一番高い刺身の盛り合わせ908円ぐらいだったんでずっとやり通してたんで、でももう今の物価相場でもちろん無理になってカニを4桁で売るようになって、4桁のものもまあ売れるんだなって分かったから、じゃあキンキもやれる、じゃあのどぐろもやれるってなって、どんどん高級なものも扱えるようになって、自分っていうのも生意気なって言われると思わないけど、多分うちより多く魚の種類置いてるところ多分千葉市内にもないと思う。あげちゃわないと。じゃあこれで退勤。これで普通のサラリーマンさんっていうところの夕方5時ですね。僕のこれが夕方5時がこの時間で、12時半から1時が普通のサラリーマンさんの朝の9時ですね。じゃあというサイクルを日々送ってるんで、誰にも譲りたくない、誰にも強要できないし。もうこのお店ではどれぐらい働かれてるんですか？もう18年、今年で19年になりますかね。数えたらもう20から30近くもうね、いろんなところを渡り歩いてたから、いいお店にっていうかね、人と巡り合えたっていうか。お願いします。しばらくはこっちの作業なんで。今日使うあれをきれいに消毒して、僕は汚く嫌だですからね。何でもきれいなの。こうやって細かいRがあるとやっぱり口の中に当たった時に美味しくないから、なるべくこういうので
さらっと綺麗な本当ね、ペロペロさんが食べた時に美味しくないなって感じが嫌だから。大きいメニューも書くんです。そうこれも毎日書かないといけないので。種を取ると少し苦みが和らぐ、塩にすると完全に、苦みが消える。皆さんに美味しいものを食べていただくにはちょっと手間暇じゃないけど、お店のいいところってどんなところですか？やっぱりお客さんがこうなんていうんですかね、来てよかったっていうところですかね。やっぱりこのボリュームでこの値段で美味しいものが食べれる、やっぱり力亭さんに来てよかったっていうのが魅力じゃないかなところ。これは何にするかというの？これはかけフライ。カキフライ。はい。こういう玉肌って言うんですけど、これって結局硬いんですよ。お寿司にちょっと向かない？向かないことないんだけど、玉肌って焦げたところは使わない。こういうふうに分けておくと。残しとくんです。そうそうそう。そういうのはね、ちゃんと分けておいて。私の方が準備完了。めっちゃ美味しそう。
ごい。宴会のエビのマヨネーズ焼きっていうのを。はい、お疲れ様です。はい、お疲れ様です。はい、お疲れ様です。ニンニクがちょうどクレープが大根がついてレモンだったですね。これが自家製の。そう、さつま揚げ。ここに置いとくと置いていかないで売れ口が変わっちゃうんで。宴会メニューはどういう感じで考えてるんですか？だから朝市場、だから朝市場行かないことには決まらないんで、だから市場行って今日仕入れた中からこれとこれを、人数と、まあ本当はね、どんなお客さんの客層まで分かれば、若い人が多ければボリューム多くて、お年寄りならボリューム減らしてとか考えられればいいんだけど、声だけで判断してるからね、だからそこまでは分からないんで。このしごいた部分、中落ちの部分、これがさつま揚げの原材料。ここまで使うんですか？使わないと原価が上がっちゃいますからね。落とした魚をそのまま捨てることはまずないんですよね。全部最後使えるとこまで全てやって使い切って、それでもやっぱりあまり残ってこれは何貝ですか？それはエゾ巾着貝。エゾ巾着貝。初めて聞きましほぼ流通してない。た。カバディ。そんなかったら銃の方もし他のネタに変えますけど。マグロ屋とそれこそ今朝行った隣のマグロ屋に働いて、でかいと結構危ないんですよあれ。あんなでけえ石垣鯛生で食べたら絶対手しびれんなとか言ってだってどうがあって、石垣鯛ってサンゴのとこにいるんですけど、岩場にいるんですけど、石垣鯛はやっぱ良くないよね。
たらなの。それがないとやっぱりね。その日上がった味がし、何でもお客さん来てから注文初めても。あ、そこが違いがこだわりかな。今用意してるのもコースの分だけですもんね。そうです。だから一般のお客さんの分はもう来るまで全部行き当たりばったり。皆さんが何とか分かんないから。ああ、なるほど。初めてでもさすがに断れねえわ。俺だからあそこで立ってたから3時のお客さん。性格変わってねえんだ。申し訳ないですけど俺にはすげえ腰低かった。私の性格見抜いてるから。だったら1本作ってあげるよ。オーダー来ちゃった。刺身ですからね、この線から見なきゃいけない。ここはもう落としに最初からしちゃうんで、これは外しちゃうんです。ここからここはこの部分の筋が両方強いんで、最初からお客さんにいいとこ出した方がいいから、いいとこだけを。結構思いっきり切るんですか？初めて。ブリヒラ。この三重のはすごい早い。さあ樽に入ってたあのカツ。樽ガツですね。はい、すいません、お願いします。ものの生のクジラです。クジラ。一回の生の肉クジラです。ただ松阪牛で美味しいと思うんですよ、ここは。これチクラ盛りって見るんですけど、通常のとはちょっと違うんで、食べないんで誰もチクラ盛り。これが金目鯛、これがブリヒラ、さっき言ったエゾ巾着、アジ、タコ、タルガツオ、あと今マグロとプロモツカです。普段はもうちょっと安い値段じゃないとさすがに採算が合わないんで、重なっちゃってる。これ13キロのブリヒラ。ホタテじゃないです。今日はエゾ巾着。こっち欲しいよね。タルガツオって樽に入ってくる。タルガツオ。毎回チクラ盛り頼まれるんですか？チクラ盛りとあればクジラ、木曜日に入るので、9時来ると必ずあるんですよ。
買ったんだけど結局肝が少なすぎてなんかもう刺身で売るの忍びなかったんで、もう刺身はカワハギの場合肝がないとやっぱりこれが肝がないと皆さん怒るんで、一緒。飲み込んだ方がまずいです。こんなものが入らねここのお店で X でマグロをおすすめするときは絶対的当たりだと100キロオーバーぐらいのが入ってすっげえうまかった。看板すごい迫力ですね。そうですね。うわやっぱりでかい。英語。ま。塗ればいい。基本的に2切れって感じですか？アジが2切れできる。だからバランス考えて全体の消費量のバランス考えながら作っていかないといけないんで。ここのチャーハンは大将が絶対作るから全然美味しい。髪の毛の派手なやつ。あ、いいですか？ありがとうございます。まあ。なんか宴会の刺身の盛り上がりが出てきて姿作りでのどぐろとかキンキ乗ってたらちょっと嬉しいじゃないですか。パッと見分かんなくても「あなたも何ですか?」って聞いて「のどぐろですよ」って「のどぐろなんだ食べたことない」みたいな感じになれば話のためにもなるし。
下中央ですね。おだい。薄く塩して余分な水気を抜いときます。炙るまでの間。はい、9番。そうですね。樽に入れることで一切血の染みができない。よく考えられたなと思いますね。からまな板で皮むくんですけど、こっちの方が早いんで、これは漁師さんのやり方で、俺顔してんだろうなと思ってた。俺顔してんだよ。12、3年かな。うん。じゃあもっと私の倍ぐらいの人いっぱいいる。どういうところが魅力だと思います？これやっぱり大将とね、このムードね、お店を直さないで、値段を上げないで、べらぼうにうまいでしょ。っていうのが一番いいね。ここ来たら絶対食べてほしいみたいなものはありますか？こう来たら絶対食べてほしいのはね、干物。大将ね、手作りだから。それもね、太陽に当てないで、風で当てて酸化しないようにしてるから。ちゃんと天日にも当ててますよ。いや、天気がいい時間がただいる時間が短いだけです。ホタテ貝今回食感はどちらかというと平らないちょっとポイントにしてます。まさしっぽい。あっち。いいよ。これ焼いた方がいい。彼が急いでも焦げちゃうだけ。お願いします。自分がお客さんの立場で言って、どんなにできたら嬉しいかなぐらいのちょっとワクワクするものは
作りたいと思う。こんなに種類持ってると。作っとけばあと1個は4つ同時はさすがに便利な作るね。これめちゃめちゃ作りたい。宴会上がりました。乗りません。これはもうほのぼの仕込みだから今今回の料理が落ち着いちゃったんで。